皆さん、ラングラージーンズ履いてますか？こんにちは、ラングラージーンズ愛好家のブルーベリーです。今日は出ました。ラングラーファン、それからデニムジャケットが好きな人なら誰もが憧れるチャンピオンジャケット 12MJZ の紹介になります。選ばれし者しか着ることのできないヒーローの証である真っ赤なジャケット。これはラングラージャケットの中でも非常に紹介したかったジャケットの一つで、とても大好きなジャケットになります。私が初めてこのジャケットを知ったのは小学生か中学生ぐらいの頃で、ジーンズのバイブル本ザ・ジーンズからでした。とても存在感があり、最初見た時は本当に衝撃的でした。この本にデカデカと掲載されておりまして、写真の色合いも美しく、本当に擦り切れるくらい何度も読み返した覚えがあります。このジャケットも諸説ありますが、当時アメリカのロデオ大会をスポンサーとしていたラングラーは、大会の優勝者たちにこのチャンピオンジャケットを贈っていました。このため市販はされておらず、ノベルティ的な希少価値の高いものでした。現在の市場ではとても高価な価格で売買されております。もちろん私は所有していませんし、一度もオリジナルに袖を通したこともありません。私の感覚だと、これを所有してしまったらもう終点であり、燃え尽きてしまうかもしれません。それくらいな存在であります。今回はラングラージャパンが一番最初に復刻した 12MJZ を元に紹介したいと思います。それでは詳細を見ていきましょう。製品メーカーは当時ラングラーの商標権を持っていたラングラージャパンになります。モデル名称は 12MJZ アンティークラングラーというシリーズが当時ありまして、そちらの品番は E の4017になります。1950年代復刻モデル、通称チャンピオンジャケットと呼ばれております。リリース時期は1993年春頃となっております。生産国は日本製となっております。価格は 39,800 円とかなり高額な価格設定となっておりました。アメリカ本国でラングラーブランドを発足して間もない頃、ロデオベンを招きデザイナーとして就任させたように、ラングラージャパンもまた高木重治氏をデザイナーとして迎え入れます。ラングラージャパン史上最も強烈なインパクトを残したシリーズが1991年から始まります。若い方はご存知ないかもしれませんが、この高木さんという方はレプリカジーンズの草分け的な存在で、ジーンズ業界のパイオニア、日本で一番最初にレプリカジーンズを作った人とも言われており、ステュディオ・ダルツジザンのジーンズブランドを立ち上げた人物です。そもそも高木さんはラングラーが好きで、このアンティークラングラーのプロジェクトを引き受けたようなのですが、カタログレベルでお話ししますと、1991年の SS のブルーブックに初登場しており、1993年の SS を最後にカタログから消えております。ほんの約2年前後のシリーズではありましたが、そのラインナップの数々は 11MW、11MJ、27MW などのヴィンテージを意識したものばかりで、ラングラーファンの心をわしづかみにしました。中にはリーバイス社を意識したと思われるバックストラップのついた架空のモデルも存在しており、高木さんの遊び心も垣間見えるシリーズでした。その辺はダルシザンにも通じる精神なのかと思います。そのわずかな期間の中で1993年の SS ブルーブックに一度だけ登場し、限定として発売されたのがこの 12MJZ チャンピオンジャケット E4017 になります。オリジナルの年代について触れたいと思います。 12MJZ が登場したのは1950年代と言われており、この辺の位置にあたります。ベースの生地、腕のワッペン、背中の刺繍以外はほぼ 11MJZ を踏襲した形となっているので、 11MJZ の後発化と思っていたのですが、 111MJ をベースにしたチャンピオンジャケット 12MJ も存在するので、この辺は 11MJZ
12MJZ どちらが最初の登場なのか個人的には微妙なところかと思っております。市販モデルではないため 11MJZ と比べると圧倒的に数が少なく、当時の方たちが実際に着用した写真などがほぼ存在しないため、いろいろな想像をかきたてます。また 11MJZ 同様にヴィンテージマニア泣かせでもある細かいディティールの違いもあるので、それも魅力の一つなのかと思います。続いてラングラージャパンの品番一覧になります。こちらもまた正確ではないのですが、私の分かる範囲で品番をまとめてみました。まず後番の丸1ですが、頭の2桁に FJ がつき、3桁目で何の製品かを表しているようで、下4桁がその特定の製品番号となるようです。実際に製品タグなどに打たれているかは私自身未確認なのですが、製品規格の段階ではこのような感じになっているようです。これが1980年代のいつ頃まで続いたのか、手持ちの資料では不明です。丸2、丸3は1980年代から後期の VF ジャパン引き継ぎ後の解散まで続いたものなので、一番馴染み深い品番かと思います。今回のチャンピオンジャケット E4017 は丸4の E 番台に当てはまります。アンティークラングラーと丸5のマーベリック製品は E 番台が振られていました。最後の丸6ではアーカイブ復刻プロジェクトチームによって復刻されたマーベリックに K 番台が振られています。このシリーズもとても素晴らしい製品ばかりなので、今後紹介していきたいと思います。ざっくりではありますが、全体的にはこんな感じかと思います。特に初期に関しては情報が少なく、私自身も未確認な部分がありますので、ご存知の方はコメント欄で教えていただけると助かります。続いてディティール紹介になります。まずフロントポケットですが、小ぶりな形状でスナップボタンのついたフラップにより開閉でき、11MZZ 同様にペン差しができるようになっております。ハンドウォーマーもやや小ぶりな形状です。縁のステッチの仕上げはシングルとなっておりました。ジッパーは YKK のものがついております。形状的には棒太郎に近いものをチョイスしており、スライダーの長めの形状となっております。トップのボタンはホールに通すタイプとなっております。オリジナルではスナップボタンの 12MJZ タイプも存在し、そちらは後期のモデルになるのかと思われます。アンティークラングラーのタグは縦ベルデザインでサンホライズド表記入り、サイズ表記なしのこのタグで統一されています。袖口のステッチはシングル仕上げとなっておりました。スナップボタンはスコービル製の刻印が入っています。スリットにはリベットが打たれておりますが、オリジナルではリベットの打たれてないモデルも存在します。左袖に付けられたブルーベルのワッペンはややチープな作りにも見えますが、それが逆に雰囲気を醸し出しています。ウエストのアジャスターゴムは伸びきってしまい機能していませんが、こちらも雰囲気が出ています。袖幅がゆったりしているので、測ってみたところ22センチもありました。バッグの刺繍は丸みのある書体のものを復刻。こちらは後期によく見られたタイプかと思います。ジャケット自体はかなり着用感あるのですが、この刺繍はあまり色落ちは見られておりません。総括になります。
まずオリジナルに関して言えば 11MZZ 同様に調べれば調べるほどいろんなパターンが存在していることが分かりました。前期型後期型と分けるのも難しいのですが 11MZZ との大きな違いとしてアクションプリーツありのものとなしのものが存在します。11MZZ ではアクションプリーツなしのタイプは見たことありませんので、ここは大きな違いのあるポイントかと思います。それからトップボタンがスナップボタンのものとボタンを通すタイプのパターンもあります。刺繍に関しても何パターンか存在しており、ロデオクラブチームの名前の入ったものなどもあります。その辺を探っていくと非常に面白いです。目安として古いタイプの仕様はアクションプリーツあり、ボータロンジップ、角張った刺繍が挙げられるのではないでしょうか。あとマニアックなところで古いタイプは目の粗いツイルでツイルの色も深い赤に感じました。この辺は作られた工場によるものなのかもしれません。そしてこの復刻 E4017 についてですが、初めてラングラージャパンが作った 12MJZ になります。そのため作りが甘い箇所も多少あるのですが、初めてにしてはかなりレベルの高いところまで持っていけたのではないでしょうか。残念な箇所としてサイズが2種類しかないところです。一つ一つのパーツが若干小さめな作りでサイズ感も小さいので、通常着用しているサイズよりワンサイズ上を着た方が良いかと思います。着丈が短めに作られているのがその理由なのですが、逆に腕周り、肩周り、胴回りがゆったりめな作りなので、ビッグシルエットが流行っている今風な作りとマッチしています。市場ではこのジャケットもあまり目にすることもなくなりましたが、まだネットショップなどでたまに1万円前後で、見かけたりもします。色落ちのしたジーンズに非常によく似合いますので、ぜひ興味を持っていただけたらと思います。またエドウィン製のアーカイブシリーズ 12MJZ もよくできておりますので、違いなど見比べてみると面白いかもしれません。本日はここで以上になります。次回も上下ラングラーセットアップでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。